脳を人工的に作る。え？コンピューターの話？ AI のこと？いえいえ、違います。私たちの頭の中にある本物の脳のことです。しかも、それを作り出したのが日本だというから驚きです。皆さんこんばんは、花です。今回は日本の脳神経科学によって作り出された人工脳について解説していきましょう。人工的に作られた脳は神経オルガノイドと呼ばれますが、ここではわかりやすく脳オルガノイドと呼ぶことにします。ちなみにオルガノイドとは器官を表すオルガンとのようなものという意味のノイドをつなげた言葉です。2008年に大脳脂質のオルガノイドを作り出してから今までに小脳や海馬といった脳組織の作成にも成功しています。一体どうやって作るのでしょうか？そしてこれはどんなにすごいことなのでしょうか？脳をどういう方法で作るのか。私たちの脳は母親の体内にいるとき、つまり受精卵が胎児になっていく過程で作られます。人工脳はこの胎児の脳ができる過程を再現して作るのです。まずは材料。これは受精卵から取り出したES 細胞が使われます。ES 細胞、受精卵の段階ですから、体のどんな組織にもなることができます。いわば万能細胞というわけです。ちなみに普通の細胞から作った ES 細胞と同じような万能細胞が iPS 細胞です。次に方法。これは脳になれと教えながら培養するのだそうです。と言われてもなんだかよくわかりませんが、基本的には細胞が持つ自発的に体の一部になろうとする働きを利用して脳になるように誘導していくという話です。自然の働きを利用する。なんとなく納得できる話ですよね。脳は思考、行動、記憶、感情などを司っています。運動や知覚に指令を出している中枢器官であると同時に、感情や情動などの精神活動を担っているのです。さらには、血液循環や呼吸の調節、維持といった生命活動にも欠かせません。脳の大部分を占めているのは大脳です。知的な働きをする部分と考えてよいでしょう。この大脳は前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分けられます。そして上から見ると全体が右脳と左脳に分かれています。左右対称の形をしていますが、どちらか一方に言語中枢があります。大体は右利きの人の言語中枢は左脳にありますが、左利きの人の右脳に言語中枢がある場合もあります。この言語中枢がある方の脳を優位半球と呼ばれています。優位半球の前頭葉の前の方は思考、やる気、感情、性格、理性などを担う中心となります。その下には言語中枢があります。ここは言葉を話す力を担う場所と考えてください。そして前頭葉の後ろの部分は運動を担当しています。右脳は左半身と左脳は右半身を動かします。右利きと左利きの人がいるのはこのような理由があるのです。頭のてっぺんからやや後ろには頭頂葉があります。ここは全身の感覚情報が集まります。特に敏感な場所、手の指先などは広い場所を占めています。側頭葉は大脳の横の部分です。優位半球の側頭葉は言葉を理解する部分があります。大脳の後ろの部分は後頭葉と呼ばれます。ここには物を見て認識する部分です。小脳は後頭葉の下にあります。運動をコントロールするところだと考えてください。小脳は手足の滑らかな動きや体のバランスを取るための筋肉の無意識の動きをコントロールしています。小脳には体中の筋肉の動かし方がプログラムされています。また、一度記憶されたプログラムは残っていると言われます。長年やっていなくても自転車に乗ったり泳いだりできるのはそのためです。また、酔っ払うと足元がふらつくのも
アルコールで小脳の働きが低下してしまうからだそうです。脳幹は大脳と小脳、脊髄の間にある組織です。上から中脳、胸、延髄、間脳という部分から構成されています。脳幹は生命をコントロールするところ、つまり生きるための働きを担う大切な場所なのです。呼吸をしたり、心臓を動かしたり、食べ物を消化器官で消化させるなど、生きていくために欠かせない仕事をしています。また、中脳と胸は意識の覚醒に関わっています。眠りから覚めるのは中脳と胸のおかげです。間脳は脳幹の下に位置しています。そして、視床下部、脳下垂体に分かれます。間脳は食べ物や水を取ったり、体温を一定に保つ働きをしています。また、ホルモンの調節もしています。次に、日本でオルガノイドが作られた脳の部位の働きを簡単に説明しましょう。2008年に最初の脳オルガノイドが作られた部位になります。大脳皮質は大脳の表面にあります。脳のシワの部分だと思ってください。なぜシワがあると思いますか？それは表面積を広げるためなのです。表面積が広がれば、それだけ考える働きも大きくなると言われます。ちなみに、大脳皮質、つまり脳のシワを広げた面積は1600から2000平方センチメートルもあるそうです。2000平方センチメートルといえば 0.2 平方メートル。これは頭蓋骨の内側の表面積の約3倍にも当たります。脳オルガノイドを作り出した方々はきっと脳のシワもたくさんお持ちなのではないか。こう考えてしまいそうですが、シワが多ければ頭が良いというのは誤解だそうです。だって人によって頭蓋骨の大きさも違いますからね。この大脳皮質は知覚、随意運動や思考、推理、記憶、学習などの機能を担っています。頭を使うという人間ならではの活動を支えているのです。海馬とは大脳の側頭葉の内側にある組織のことです。不思議な名前ですが、辰の落とし子のような形をしているため、海馬と名付けられました。海馬は記憶を司っています。あれ？記憶は大脳皮質じゃなかったの？と思う方もいるでしょう。実は、海馬は新しいことを記憶する場所です。日常的な出来事や勉強で覚えた知識は、まず海馬の中で一度ファイルされて整理整頓されます。そして、このファイリングされた情報を選んで大脳脂質に貯めていきます。つまり、新しい記憶は海馬に、古い記憶は大脳皮質にファイリングされるというわけです。以上、脳の部位ごとの様々な役割を説明してきました。いずれも私たちにとって非常に大切な役割だということがお分かりいただけたと思います。人工脳によって医学はどう変わっていくのでしょうか。まずは脳についての基礎研究に役立つことが考えられます。脳の基礎研究、人の脳を研究したいと思っても、まさか誰かの脳を取り出すわけにはいきません。しかし、脳オルガノイドを使えば、脳神経のいろいろな働きが解明できるかもしれません。現在作られている海馬オルガノイドであれば、神経がどのように活動して物事を記憶するかの研究を進められそうです。さらに、脳が成長していく様子も分かってくるでしょう。特に人が母親の体内にいるときに脳がどのように成長していくか、現在ほとんど知られていません。脳の初期段階での成長が分かれば、医学の分野に大きな貢献ができることになります。脳の基礎研究が進むと、同時に脳の病気や異常についての研究も進めることができます。正常な状態と異常な状態を比較することで、脳のどの仕組みが損傷しているのかがわかります。これにより、先天的、後天的を問わず、脳の病気や異常の治療に役立てることが期待されますね。しかし、脳オルガノイドの最もすごいところは、脳の再生医療ができるようになるかもしれないところなのです。
脳細胞は脳卒中、脳梗塞、頭の怪我などで損傷を受けると、基本的に再生することはありません。脳は神経細胞が互いに精密なネットワークでつながれているコンピューターのようなものです。このネットワークは一度障害を受けてつながりが切れてしまうと再びつながることはありません。リハビリテーションで手足の麻痺が軽くなることがありますが、これはネットワークが再生したのではありません。障害を受けずに残ったネットワークの機能を強化して症状を軽くしているのだと考えられています。しかし、ES 細胞や iPS 細胞の万能細胞から障害で失われた脳細胞を作ることができたら、以前と同じような機能を取り戻せる可能性もあるのです。脳研究の今後に向けて、このようにすごい点を解説してきましたが、問題がないわけではありません。まずは、脳細胞を再生できても、記憶までは再生できない点が挙げられます。記憶とは、私たちが生まれてから長い間積み重ねてきた経験や学習の結果です。コンピューターを初期化してしまったら、また最初からデータを入れ直さなければなりません。同じことが脳細胞にも言えるのです。さらには、万能細胞から作られた脳は、意識を持つのかという問題もあります。現在はまだ脳オルガノイド、つまりミニチュア版の脳神経の段階ですから、意識を持っているのかを気にする必要はないと思います。しかし、今後研究が進み、完全版の人工脳が作り出されたら、その人工脳が他人の脳治療に使われることを拒否したら、無理やりに他人の脳の一部にした人工脳が反乱を起こしたら、いずれにしても脳オルガノイドの研究はまだ始まったばかりです。これから先、どんなことが起こるかは誰にもわかりません。問題ばかりではありませんよ。先ほど脳細胞や機能を再生しても復元できないと言いましたが、もしかすると失われた記憶も損傷を受けた脳細胞から取り出す方法が見つかるかもしれません。ちょうどハードディスクから消去されたデータを復元するみたいに、一つだけ確実なのは脳の研究は日々進歩しているということです。それにしても人間の能力はどこまで進歩するのでしょうか。人間の能力には脳の力が大きく関わっているのは確かです。今回の旅はいかがでしたでしょうか。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また、あなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。